バーチャルファッションチャンネルブティック。第6回のブティックとなります。この番組ではバーチャルファッションの中でも今現在は V ロイドファッションが中心になってます。バーチャルファッションって V ロイドに限らずいろんなところで盛り上がってますね。そうですね。前回のゲストのスピンズさんも本当に様々な展開をしていらっしゃいました。例えば、バーチャルマーケットなどの VR チャット向けの展示会でアバターファッションがあったり、それからブランドのアンバサダーとして衣装をたくさんのモデルに来てもらって写真を撮ってもらったり、それからファッションコンテスト、ファッションショーや集会などなど、いろんな企画が開催されております。X などにも流れているので、いろんなイベントをチェックしてみると面白いかもしれませんね。はい、こうやって並べてみるといっぱいありますね。全部追いかけると正直体が足りないくらいです。バーチャルファッションモデルとしてはトレンドチェック大事ですもんね。ですね。ぜひメンズ服のイベントもお待ちしています。渇望していらっしゃいますね。レディースに比べて少なめなのはリアルファッションと同じですよね。というわけで第6回ブティックでコンシェルジュを務めさせていただきますアリエスエスと野菜ゆうきです。よろしくお願いします。さて、ブティックを知らない方もいらっしゃるのではないかと思います。ゆうきさん、説明お願いいたします。はい、このブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案をテーマにしており、バーチャルファッションの服をバーチャルファッションが好きな人にもっともっと知ってもらいたい、そんな思いでブランドさんと作った服にフィーチャーし紹介をしていく番組となります。たくさんあるファッションブランドも何かのきっかけから始まった。そのきっかけやブランドへの思いなど様々なことをブティックで深掘りしちゃいましょうということですね。普段ショップで買う時には見えないブランドさんの顔が見たい、そしてブティックで視聴者さんとブランドさんの出会いになるといいなと思っています。またこのブティックでは様々なブランドさんにインタビューをしております。興味がございましたらチャンネル登録お願いいたします。そしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もお願いいたします。よろしくお願いします。ブティックの今までのアーカイブを見ると新しいブランドさんと出会えるかもしれませんよ。どのブランドさんにも熱く語っていただいているので見てくださいね。さて、今回紹介するブランドさんの服に着替えてきますか？はーい。あれあれれゆうきさん、着替えないんですか？いやー、僕はそろそろ限界を迎えてしまいました。どういうことですか？こちらのブランドさんはレディース中心なのです。だからゆうきさんは着れないってことですね。女装は難しいですよね。ですね。なぜこのブティック、バーチャルファッション番組なので衣装の性別に合わせたアバターモデルでないとさすがにねえ。なので今回は僕は制服で失礼いたします。その代わり衣装紹介の時には新しいモデルの白鳥デネブさんに来ていただきました。はい、楽しみにしててくださいね。ということで第6回に紹介するブランドさんはアトリエミレアさんを徹底的に深掘りしてご紹介していきます。クリエイターの目線で言うとアトリエミレアさんはとにかく作りが丁寧で作り込みがすごい、さらにブランディングをきちんとされている印象があるので、このような形でお話を聞けることは楽しみです。私もアトリエミレアさんの世界観すごく好きです。あとは前からブティックのスタッフさんからミレアさんのお名前はよくお聞きしていたので、実際にお話できるのすごく楽しみです。ではミレアさん、お入りください。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。はい、というわけで今回深掘りするブランドさんは、みんなのちょっと楽しい毎日にをコンセプトに掲げるアトリエミレアのオーナーのミレアさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ミレアさんはファッションブランドを運営しておりますが、2019年からいろいろなチャレンジをしているブランドさんです。はじめましてですね。そうですね。アリエスさんとは初めましてです。さっきアリエスさんが2019年って言ってくれてたんですが、はい。こうやってね、言葉にすると結構長くね、活動しているなぁと感じました。ミレアさんはバーチャルファッションのお洋服を作るだけではなく V コーデというバーチャルファッションのカタログを発行されております。はい。バーチャルファッションのファッションカタログを企画制作していました。たくさんのバーチャルモデルさん、それからクリエイターさんたちにご参加いただいてます。コーデのお写真をまとめて電子書籍とリアルの書籍に仕上げています。モデルの人数も多くコーデの数も多いのでだいぶ見応えのある冊子になっております。PDF 版はね無料で配布されていますので興味がある方は V コーデをダウンロードしてみてはいかがでしょうか。では早速ですが最初のコーナーに移っていきましょう。クリエイター解体新書。このコーナーでは作者様のブランドへの思いなどを聞いていく機会となります。表側からは見えないブランドへの思いなどを聞き出していきたいと思います。はい、まずはじめに、バーチャルファッションのブランドをどうして始めたのかを教えていただけますか？はい。2018年頃から VTuber さんのブームがありまして、最初は実はミリアも VTuber さんになりたかったんです。そうなんですか？スタートのきっかけがなりたいだったんですね。そうなんです。ですが、やっぱり当時はまだ 3D モデルを作るっていうのがなかなか難しくて、ライブ 2D を調べていました。で、そんな時に 3D モデルを簡単に作れるらしいという V ロイドスタジオがリリース予定っていうねニュースを見かけたんですね。リリースされたばかりの時はコンピューターのスペックがちょっとね足りなかったこともありまして、環境が整った翌年から V ロイドを使い始めました。モデルをね作るのも楽しいんですが、お洋服を作ることがもっと楽しくて、せっかくだからショップもやろうと思って始めたのがアトリエミレアのきっかけです。なるほど。ミレアさんのモデルもとても可愛らしいのですが、ミレアさんが VTuber ではなくブランドを選択したから今はアトリエミレアのお洋服をいろんな VTuber さんが着ているということなんですね。そういうことになりますね。おかげさまでいろんな VTuber さん、活動者さんにアトリエミレアのお洋服を着ていただいています。ありがたいなという気持ちはもちろん、皆さんのねお姿がとっても良いので眼福だなと思いながら見ております。お洋服を作るのが楽しいってことがいろんな人に来ていただく体験になったということですね。今となってはミレアさんが VTuber を選択していたらどうなっていたのかっていう想像したらちょっとドキドキするんですけれどそれはそれでね、とても可愛い VTuber さんになってそうですね。今までブランドの立ち上げが先で後から VTuber 活動を始めたというお話も聞いたことがあったんですけど、 VTuber になりたかったというのから始まっているパターンは初めて聞いたので結構衝撃を受けました。話は変わりますが、アトリエミレアのブランドコンセプトなどを教えてください。はい、冒頭でもご紹介いただきましたが、みんなのちょっと楽しい毎日に寄り添う作品を目指して作っています。例えばお気に入りの紅茶を飲んだりとか、好きなアクセサリーをつけたりとか、日常にエッセンスを加えていくようなものになります。好きなアクセサリーをつけたりするとなんだかウキウキしますよね。普段の生活に彩りを足すというのはそのウキウキする体験ということですね。メタバースにお出かけするときに
毎回アバターをお着替えしたり改変したりするのは大変ですよね。そんな中ね、普段から着るお洋服が、お気に入りだったりとか可愛いなって思ってるものだったら、何度お出かけに来てってもテンションが上がるかなって思います。そうですよね。また現在公開しているお洋服はワンピースなどが中心ですが、小物も多く販売しております。例えばカラコンだったりつけまつげ、ブーツ、最近だと 3D モデルの帽子なんかもあります。普段使いのアイテムとしてちょい足しにもおすすめです。はい、ありがとうございます。晴れとけという言葉があると思いますが、人が生きている時間は日常であるけの日が圧倒的に多いわけなので、そんな日常を意識したブランド作りはなるほどなと思いました。私はミリアさんのお気に入りの紅茶を飲んだりとか、好きなアクセサリーをつけるっていう例えがすごく好きです。自分が作ったものが誰かの日常の彩りになっているってすごく素敵ですよね。はい、ミリアさんのアイテムの作り方についてです。僕もね、衣装を作る人なのでお洋服を拝見させていただいているのですが、ものすごく綺麗に作られているのが、印象深いですね。なので、どのようなツールを使っているかちょっと教えてほしいなと思います。はい、メインは Adobe さんのツールで作っています。まずはラフを Vroid スタジオ上で描いて、広い面積だったり柄だったりはイラストレーター、書き込みだったり細かな表現の部分には Photoshop を使用しています。Adobe さんを知らない人もいるのでちょっと説明しますと、イラストレーターっていうのは図形表現に長けたソフトウェアで、Photoshop はさまざまなデザインに長けているいわゆるプロツールになります。私は作り手じゃないので全く分からなくてごめんなさいっていう感じなんですけど、いわゆる液晶タブレットなどでペンでイラストを描くように制作するものなのでしょうか？いいえ、全部マウスで作ってます。マウス？実は1年くらい前に液晶タブレットを購入してはいるんですが、ちょっとまだね全然使いこなせておらず。なるほどですね。いや、マウスで丁寧な服が作られてるんですか？いや、すごいな。それはすごいことなんですか？そうですね。マウスだけで作られてるクリエイターさんはほとんどいないんじゃないかなと思います。多分そうですね。ミリアの周りの方々もやっぱりペンタブの方が多い印象があります。イラストレーターを使っているという話を先ほどしたんですが、こちらのツールはマウスと相性が良かったりします。例えばね、柄を作ったりするのにすごく便利なツールです。いろいろなツールを駆使してこんなに素敵なお洋服が作られているんですね。いや、筆に当たるツールは、自分の手に馴染むものがいいかなと思いますけれど、自分と違う作り方をしていることを聞くとすごく参考になりますね。いや、これね、後でテクスチャを凝視してみようかなって思います。ところでアトリエミレアさんは企業所属の VTuber さんの衣装も手掛けており、歌って踊るシーンなどにも起用されております。企業さんのものを作ってみたいと考えるクリエイターさんもいると思います。そんな方にぜひアドバイスをお願いします。そうですね。企業さんがご依頼するときって販売している衣装はもちろんチェックされていると思うんですが、もしかしたら他のクリエイターさんからのご紹介なんかもあったりするんじゃないかなと思っていたり。ちょっとね、考えてみるとショップで人気が出るお洋服と企業さんが求めているお洋服はまたちょっと違うのかもと思ったりしています。なるほど。 VTuber さんはそれぞれテーマなどありますもんね。その VTuber さんに合っているということは大事にされてそうな気がします。
そうですね。企業さんのニーズにマッチしたデザインやクオリティで作れているとかはやっぱり大事なことかもしれませんね。そうですね。あと紹介という点で言うと、仮にね自分が紹介するなら、例えば企業さんとやり取りできそうとか、そういう点も大事なのかなと思ったりします。そうですね。秘密を守れそうとか、やっぱりそういうのも大切なことですよね。ですよね。めちゃくちゃ大事な観点だなって思います。僕もね、いざという時に紹介されるような人になりたいと思います。日々襟を正して生きていかなくちゃですね。企業さんの求めていることを汲み取って制作しなくてはならないので、普段自分のお店のお洋服を作るのとはまた違った大変さややりがいがありそうですね。ちなみにブランドやっててよかったなと思ったことを教えてくれますか？はい。いろんな人にアトリエミレアの作品を届けることができたっていうことですね。お着替えをされると SNS にお写真の投稿いただいたりするんですが、本当にね、幅広い方に届いているなと。趣味でアバターを使っている方、配信をされている活動者の方、個人はもちろん企業所属の方など、本当にね、いろんな方にお迎えいただいてます。ブランド自体は女性向けらしい雰囲気ですが、お客様の中には魂が男性っていう方もね、たくさんいらっしゃいます。リアルボディでロリータを着るのは難しいなという方も、性別や年齢を超えてバーチャルならお着替えができる。皆さんのね、期待を実現するお手伝いができるのはとっても嬉しいですね。いや、本当いろんな方に届いてるってやっぱり嬉しいですよね。アトリエミレアのお洋服をお迎えいただいた皆様のおかげで、売り上げを使ってね、リアルのお洋服を作ることもできました。リアルの服、とっても気になります。ミレアワンピースっていうね、お洋服を完成させたタイミングで、現実世界でも同じものが欲しいなと思いまして、やっちゃおうと思ってリアルのお洋服を作って、実際にモデルさんにお願いをしてお写真を撮影しました。今、アトリエミレアのヘッダーにあるお写真ですね。って感じだったんですか？いやー、そうなんですよ。勢いってね、やっぱりね、大事ですね。確かに。バーチャルと同じものをリアルでも楽しめるという一つの夢を実現しました。V コーデといい、ミレアワンピースといい、バーチャルをリアル化するという形で積極的に活動されているのは本当に素敵ですよね。いや、本当どんどんリアルに食い込んでいってほしいです。やりたいと思ったことをきちんと形にできるって本当にすごいことですよね。バーチャルのお洋服とリアルのお洋服が並んでいるのが感動です。ありがとうございました。ではそろそろ次のコーナーに行きましょう。ブランドアイテム制作秘話。このコーナーではミレアさんが作ったアイテムをめちゃくちゃ見ていこうというコーナーです。ミレアさんに解説していただきましょう。はい、よろしくお願いします。はい。では最初のアイテムはこちら。着物椿猫です。女性向けの着物風衣装です。赤と白の椿に梅のあしらいが贅沢な彩りを放つ優雅でエレガントな雰囲気を醸し出すコーディネートです。柄の中にひっそりと猫が佇み、独自のアクセントを添えています。蝶結びの帯は上品でありながらも可愛らしさを感じさせ、帯締めの周りに施されたレースが優雅な雰囲気を加えています。色は赤橙、三花田、白練り、漆黒の4色になっています。足元には和装にしては異色なブーツが取り入れられ、和洋折衷のおしゃれなアクセントが感じられます。こちらのブーツは別売りとなります。この斬新なアプローチが伝統的な着物スタイルに新たな息吹を吹き込んでいます。髪を飾るのは衣装とお揃いの色調を持つ
別売りのリボン。このリボンが全体のバランスを引き立て、コーディネート全体を統一感あるものに仕上げています。この特別な衣装で特別な瞬間をより一層彩ってみてはいかがでしょうか。早速ですが、こちらをアリエスさんとデネブさんに来ていただきました。着物椿猫 GO！ おー、素敵。素敵。いいね。いいですね。うん。華やかでいいですね。このやっぱり柄がインパクトがあって目立ちますね。嬉しい。猫ちゃんも可愛い。かわいい。可愛い。リボンも。ではミレイヤさん、この着物椿猫のコンセプトを教えてください。はい。アトリエミレアのお洋服の中でも和装は珍しくって、色使いも他のお洋服と違って賑やかになっています。特にね、和柄を頑張ったので、ぜひお手に取って見てみてください。こちらはロングコートの型紙が出た時期に作ったんですが、ちょうど冬だったのでお正月に公開しました。はい、和装なんですけれど、リボンをあちこちに取り入れられているので、可愛さを兼に備えていますね。はい、こちらはお正月に着てほしい一着です。こちら私の髪型はスターリー C さんにご協力いただきました。私は今回赤橙を着用させていただいたのですが、気分やシーンに合わせられるので4色展開なのも嬉しいですよね。はい、ありがとうございました。では2着目に行きましょう。サイバーミリタリーロリータです。このコーディネートはミリタリー、サイバー、ロリータの要素を見事に融合させた斬新なデザインです。黒をベースに据えつつ、漆黒をイメージしたカラーを差し色に施すことで、全体的にクールでインパクトのある雰囲気が漂います。色使いには6色が取り入れられ、グリーン、オレンジ、パープル、シアン、マゼンタ、グレーがブラックとのコントラストを生み出し、洗練されたビジュアルを生み出しています。デザインはリアルで表現できるものでありながらも、バーチャルらしさを感じさせる形状やディティールが見事に取り入れられています。ふんわりとしたスカートの形状やジャケットから覗く鮮やかな裏地が全体的な魅力的なバランスを生み出しています。また別売りのブーツとハットも統一感を演出しており、このアイテムを合わせるだけで一層コーディネートが引き締まります。この斬新なスタイルでファッションの新たな可能性を体感してみてください。こちらを私とデネベさんでモデルをさせていただきました。サイバーミリタリーロリータ GO！ お揃いめっちゃいいね。めっちゃいいね。ちょっとアイドルっぽいじゃん。ね。このスカートの下にこのロングブーツっていう組み合わせもめちゃめちゃいいよね。いいですね。ではミレイヤさん、こちらのサイバーミリタリーロリータのコンセプトを教えてください。はい。こちらはアトリエミレアのロリータの要素とサイバーミリタリーを掛け合わせた一着です。VR がお好きな方はこのテーマもお好きな方が多いんじゃないかなと思います。もともとは V ロイド公式のバーチャルファッションデザインコンテストの応募作品として制作しています。また VR チャットで開催されたバーチャルファッションモールにも出展していました。会場ではたくさんの方に試着していただいたんですよ。バーチャルファッションモール、私も行きました。サイバーとロリータがこんなに相性がいいの知りませんでした。細部までこだわりを感じるので、ついじっくり見てしまったので、皆さんにもぜひ見ていただきたいです。サイバーでもキュートさが出るの、さすがのアトリエミレアさんですね。
このお洋服、胸元もちゃんと注目してほしくて、あと、こはいれね、ちゃんと胸元が綺麗に見えるように作られてるんですよ、これ。ねぜひね、ちょっと胸元のバーコードにも注目してください。はい。ありがとうございました。では3着目に行きましょう。喫茶レトロポップの給仕服です。このコーディネートは昭和レトロな雰囲気が漂う給仕服スタイルです。ミニスカートワンピースにレトロフリルのエプロンが絶妙に調和し、懐かしくも可愛らしい雰囲気を醸し出しています。エプロンは胸掛けありと胸掛けなしの2つのスタイルから選択でき、その日の気分やシーンに合わせてアレンジが可能です。襟元や裾に施されたポップでキュートなお花柄が全体に愛らしさを添えています。特に裾にたっぷりと配されたフリルはキュートで優雅な雰囲気を演出しています。このデザインにはドロワーズもこだわりが詰まっており、セットで合わせて見ることで全体のバランスがより一層引き立ちます。色はイエロー、ブルーグリーン、バイオレット、スカーレット、グリーンの5色となります。さらに別売りのレトロベレー帽とクッキーブローチ、靴を合わせるとコーディネートに一層のキュートなアクセントが加わります。この昭和レトロな給仕服スタイルで懐かしさと可愛らしさを存分に楽しんでみてください。こちらをアリエスさんとデネブさんに着ていただきました。喫茶レトロポップの給仕服、ゴーおー、かわいい。いいですね。いや、いいですね姉妹みたいですね、これ。そうですね、お目目の色が一緒だから。ねえ、ほんと。あ、かわいい。振り向きかわいい。あ、クッキーが、クッキーが。あー、すごい。素敵な給仕さんだ。嬉しい。うんではミレイヤさん、こちらの喫茶レトロポップの給仕服のコンセプトを教えてください。はい。アトリエミレアの持ち味を生かしつつ、新しいジャンルのものを作ってみたくなりました。選んだテーマがレトロになります。レトロとロリータを合わせるとどんな感じになるかなと思いながら作り、出来上がったお洋服になります。はい。こちら、レトロとロリータがテーマなのですが、アリエスさんとかデネブちゃんのような大人の方が着てもキュートにしてくれる素敵な服装ですね。こちらね、ガーターベルトがお花で留めてあるの、これセクシーなアイテムなのに可愛くさせてくれて天才だなって思いました。スカートの裾のふわっと感やニーハイのレースのようなお花柄がとっても可愛いですよね。今回着用させていただいてとっても嬉しかったです。ありがとうございます。さて、そろそろ時間になりました。名残惜しいですが、そろそろ閉店のお時間となります。はい、今日はたくさん紹介させていただきましたが、今日のアイテムについての詳細は概要欄、ブースや X などをご覧くださいませ。ミレアさん、感想をお願いします。あっという間に閉店でびっくりしております。こうしてね、ブランドをじっくり掘り下げていただく機会なかなかないので、作家としてもとても良い経験になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、ご紹介いただいたアトリエミレアですが、実はね、ブランドをイメージしたオリジナル BGM があるんですよ。こちらのね、BGM を使用したコーデ紹介の動画を今年のね、1月にアップロードしています。アトリエミレアの世界をぜひ動画でもお楽しみいただけると嬉しいです。いやー、楽しみですね。というわけで、ありがとうございました。それではミレアさん、またいらっしゃってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今回も楽しかったですね。アリエスさんはいかがだったでしょうか？はい、今回ミレアさんと初めましてだったんですが、作品のクオリティの高さはもちろん、やりたいと思ったことをきちんと形にしていて、そこからさらにどんどん次につながっていることが本当にすごいなと思いました。ゆうきさんはどうでしたか？いやー、実はミレアさんとは長い付き合いになるのですが、
いや、こんな形でね、ブランドや服のコンセプトなどの話を聞く機会って実はなかったので、お話の一つ一つが本当にとても新鮮でした。ね、あとね、アトリエミリアさんはブランディングが本当にしっかりしてるので、本当に見ていてね、参考になるブランドの一つだと思ってます。はい、それではブティックを閉店しますか。はい、そうですね。ブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案させていただきます。またのご来店をお待ちしております。はい、次回をお楽しみに。